アリバイ。お花の証言で、その斬死体が豪農山北家のお嬢さんと分かったので、すぐさま山北家へ急使が飛ぶ。駐在所へ自転車が走る。警察電話がけたたましく鳴り響く。家々からは緊張した表情の人々が現場へと駆け出す。しばらくして係官を満載した警察自動車が本所から到着するという物々しい騒ぎとなった。綿密な現場調査が終わり、解剖のために死体が N 市の病院へ運び去られると、関係者の取り調べを行うために甚だ変則ながら臨機の処置として村の小学校の応接室が借り入れられ、そこへ鶴子の両親の山北夫婦、同家の雇い人、発見者の大家、殿村、二平じいさん、娘のお花などが次々に呼び入れられた。取り調べにはかなりの時間を費やしたけれど、被害者鶴子の母親が提出した一通の封書の他には、別段これという手がかりもなかった。娘の机の引き出しの手紙の中にこんなものがございました。今そこへ入れたばかりというふうに手紙類の一番上に載っておりましたから、きっとあれが家を出ますすぐ前に受け取ったものに違いございません。男の呼び出し状でございます。母親はそんな風に言って切手の貼っていない一通の封書を差し出した。使いが持ってきたのだね。誰がこの手紙を娘さんに渡したのか、雇い人たちを調べてみましたか？余震判事の国枝氏が物優しく尋ねた。はい、それはもう十分調べたのでございますが、妙なことに誰も知らないと申すのでございます。ひょっとしたら娘が門のところに出ていたとき、直接手渡していったのかもしれませんでございます。ふむ、そんなことだろうね。ところで、あなたはこの手紙の主に心当たりでもありますか？いいえ、親の口から申すのもなんでございますが、あれに限ってそんなみだらなことはこれっばかりもございません。この手紙の男も決して前々から知っていたのではなく、上手な呼び出し文句につい載せられたのではないかと存じます。で、その呼び出し状の文句というのは、さのような至極簡単なものであった。今夜7時、お宮の石灯籠のそばで待っています。きっと来てください。誰にも言ってはいけません。非常に大切な要件です。K より。この筆跡に見覚えはありませんか？一向心当たりがございません。鶴子さんは大家村長の息子の幸吉くんと言い名付けになっていたそうですね。国枝判事はそれとなく気を引いた。手紙の差出人の K というのが幸吉の頭字に一致するし、言い名付けからの手紙なら娘がすぐさまその呼び出しに応じたのも無理ではないと思われたからだ。はい、私どももそうではないかと思いまして、最前本人のこうちゃんに尋ねてみましたのですが、僕がそんな呼び出しなぞかけるわけがない。その時間には N 市へ行っていたのだから。それに第一、おばさんもご存知の通り、僕はこんな下手な字は書きません。また、鶴子さんに会いたければ、不自由らしく手紙で呼び出したりなんかしないでも、僕が直に誘いに行くはずじゃないか、って申すのでございます。これはもしや、誰か悪者がこうちゃんからの手紙のように見せかけて、
鶴子をおびき出したのではございますまいか。判事と被害者の母親との問答はそれ以上進展しなかった。そこで国枝氏は真っ先に取り調べた大谷幸吉をもう一度その取り調べ室に呼び入れる必要を感じた。同席の警察署長をはじめ同意見であった。大谷幸吉は問題の呼び出し手紙を見せられると、さっき鶴子の母親が申し述べたのと大体同じような答えをした。君は昨夜 N 市へ行っていたのだね。はっきりしたアリバイだ。で、N 市では誰かを訪問したのでしょうね。別に君を疑うわけではないが、重大事件のことだから、一応は先方へ聞き合わせる程度の手数はかけなければなりません。余震判事は何気なく尋ねた。別に誰も尋ねなかったのです。会って話した人もありません。幸吉は苦しそうに答えた。では買い物にでも出かけたのですか。それならその店の番頭なり主人なりが覚えているかもしれない。いいえ、そうでもなかったのです。ただ町へ出たくなって N の本町通りをぶらぶら歩いて帰ったのです。買い物といえば通りがかりのタバコ屋でバットを買ったくらいのものです。ふむ、そいつはまずいな。国枝氏はうさんらしく相手の顔をじろじろ眺めながらしばらく思案していたが、やがてひょいと気がついたように元気な声を出した。いや、そんなことはどうだっていいのだ。君は N 氏の往復に乗り合い自動車に乗ったでしょう。無論運転手は君の顔を見知っているはずだ。その運転手を調べさえすればいいのです。判事がほっとしたように言うと、意外にも幸吉の顔にはっと狼狽の色が浮かんだ。青ざめて急には口も聞けないほどだ。判事は唇の隅に奇妙な微笑みを浮かべて、しかし目は相手の心を突き通す鋭さでじっと幸吉の表情を見つめていた。偶然だ。恐ろしい偶然だ。幸吉は妙なことをつぶやきながら、救いを求めるように国枝余震判事の後ろに立っている人物を眺めた。そこには幸吉の親友の探偵小説家殿村正一が気の毒そうな顔をして佇んでいた。彼がどうしてこの調べの席に、しかも調べる人々のそばに列していたかというに、正一は国枝余震判事と高等学校時代の同級生で、現在も文通を続けている友達であったからだ。作者は物語の速度を鈍らせまいために、この両人の偶然の開口の場面をわざと省略したのである。両人がそんな間柄であったから、判事は取り調べに際して何かと好都合であったし、また探偵作家の殿村にとっては犯罪事件の実際を見学するチャンスとなった。彼は事件の証人として友達の余震判事から一応の取り調べを受けたが、それが済んでも退席せず、人々の暗黙の了解を得てその場に居残っていたわけである。で、今大谷幸吉が N 市へ往復した自動車について質問を受け、顔色を変えて妙なことをつぶやいたのを聞くと、殿村ははっとしないではいられなかった。彼は幸吉の苦しい立場を大方は推察していた。昨夜は N 市に住む
恋人に会いに行ったのに違いない。幸吉はそれを隠すためにアリバイを犠牲にしようとさえしているのだ。まさか乗り合い自動車に乗らなかったわけではありますまいね。国枝氏は相手の躊躇を怪しんで、やや皮肉な口調で催促した。ところが、乗らなかったのです。幸吉は苦しそうに言って、なぜかひどく赤面した。青ざめていた顔が突然パッと紅潮したのが、人々をぎょっとさせた。僕が嘘をついているように聞こえましょうね。しかし本当なんです。偶然にも僕は昨夜に限って乗り合い自動車に乗らなかったのです。村の発着場へ行った時、ちょうど NC 行きの最終の乗り合いが出た後で、他に車もないものですから、僕はテクテク歩いて行ったのです。汽車と違って近道をすれば1里半ほどの道のりですから。君はさっき N 市へは何の目的もなく、ただ賑やかな街を散歩するために出かけたように言ってましたね。何の目的もないのに1里半にもせよ、わざわざ歩いてまで N 市へ行かなければならなかったのですか？判事の追及、ますます急である。ええ、それは田舎者には1里や2里の道は何でもないのです。村の者は N 市へ用事があっても自動車賃を倹約して歩くくらいです。だが幸吉は村長の若旦那だ。1里や2里が平気なほど丈夫そうにも見えぬ。では帰りはどうしました？まさか往復とも歩いたわけではないでしょう。それが歩いたのです。遅かったものですから、乗り合いはなく、賃自動車を探しましたが、折やしく、皆出払っていたので、思い切って歩きました。このことは朝、鶴子の死体を発見する前、幸吉と殿村との会話によって、すでに読者の知るところである。ふむ、すると、君のアリバイは全く消えてしまったわけですね。犯罪の行われた当夜、君がこの S 村にいなかったという証拠は一つもないわけですね。判事の態度はだんだん冷ややかになっていくように見えた。僕自身でさえ妙に思うほどです。せめて往復の道で誰か知人に出会っているといいのですが、それもないのです。幸吉は不運をかこつように言った。しかしアリバイがないからといってその偽手紙で僕に嫌疑がかかるわけではないでしょうね。まさか。彼は不安らしくキョトキョトしながら無理に笑ってみせた。偽手紙といってもこれが偽物であるという証拠は何もないのです。判事は振り切るように冷淡に言ってのけた。君の筆跡と似ていないからといって故意に字体を変えて書くこともできるわけですからね。そんなバカな、何の必要があって字体を変えたでしょう。僕が。いや、変えたとは言いません。変えることもできると言ったまでです。よろしい。では引き取ってください。しかし家へ帰ったらなるべく外出しないようにしてください。またお尋ねしたいことができるかもしれませんから。幸吉が引き下がると、国枝氏は警察署長と何かひそひそささやいていたが、やがて一人の私服刑事が署長の命令で
どこかへ出かけていっ